春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、レベルストリーミングを使用して、ローディングスクリーン付きの簡単なレベルリダイレクトシステムを作ってみようと思います。ローディングスクリーン付きレベルリダイレクトシステム作ってみた。レベル管理、その3。早速、作ってみましょう。1、事前準備。レベルズウィンドウには、パーシスタントレベルとその配下にストリーミングレベルが3つあります。パーシスタントレベルには、ライティング関連があります。ストリーミングレベルには、マテリアルが異なるフロアだけがあります。ストリーミングレベルのうちの一つ、レベル005には、常にロード済みにして、起動時にパーシスタントレベルと共にロードします。2、ローディングスクリーンの作成。イジェットブループリントでローディングスクリーンを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、イジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB ローディングスクリーンにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。一般、イメージをキャンバスパネル配下に配置します。名前をバックグラウンドにします。詳細パネル、スロット、アンカーを全体にします。コントロールキーを押しながら選択すると一致するように配置されます。アピアランス、カラー&オパシティを黒色にします。今回は検証用でアルファを 0.5 にして透けるようにします。一般、テキストを配置します。名前を TX ローディングにします。詳細パネル、スロット、アンカーを中央にします。シフトキーを押しながら選択するとアライメントを一致するように配置します。サイズ2コンテントを有効にします。コンテンツ、テキストをローディングナウにします。アピアランス、カラー&オパシティを緑色にします。フォント、サイズを100にします。パレット、プリミティブには、サーキュラースロバーとスロバーがあります。スロバーは、ゲームがフリーズしてないことをプレイヤーに知らせるためのアニメーションです。今回はサーキュラースロバーを配置してみます。詳細パネル、スロット、アンカーを中央にします。コントロールキーとシフトキーを押しながら選択します。サイズ X を1200.0、サイズ Y を900.0にします。アピアランス、ナンバーオブピーシズは8にします。ピリオドを 1.0 にします。イメージ、ティントを緑色にします。イメージサイズを X80.0、Y80.0 にします。コンパイルして保存します。3、レベルリダイレクトアクターの作成。プレイヤーがオーバーラップすると、ロード画面を表示し、その後、次のレベルを開くアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP レベルリダイレクトにします。ファイルを開きます。3-1、ビューポート。ビューポートを開きます。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をボックスコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 100.0、100.0、200.0 にします。位置を Z、200.0 にします。セルフを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、スタティックメッシュコンポーネントを追加します。詳細パネル、スタティックメッシュにゲートっぽいスタティックメッシュを配置します。位置を調整します。コンポーネントパネルのプラス追加より、プレインをスタティックメッシュコンポーネント配下に追加します。詳細パネル、マテリアルでマテリアルをセットします。位置を調整します。セルフを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、シーンコンポーネントを追加します。このシーンコンポーネントは、リダイレクト後のプレイヤーの位置です。名前をプレイヤーポジションにします。詳細パネル、トランスフォームで位置を調整します。3-2、オーバーラップ判定。ボックスコリジョンを右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフに、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。オーバーラップしたのがプレイヤーかどうかを判定します。アサーアクターピンより、イコールノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。
現在のレベルのナンバーに1を足して、次のレベルナンバーを取得します。変数を作成します。変数カレントレベルナンバー、インテジャー型を作成します。変数カレントレベルナンバーは、現在のレベルのナンバーです。変数ネクストレベルナンバー、インテジャー型を作成します。変数ネクストレベルナンバーは、次のレベルのナンバーです。変数カレントレベルナンバー、ゲットノードを配置します。変数カレントレベルナンバー、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンを1にします。アドノードより、変数ネクストレベルナンバー、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。次のレベルナンバーが最大レベル数を超えた場合は、最初のレベルに戻るようにします。変数を作成します。変数マックスレベルナンバー、インテジャー型を作成します。変数マックスレベルナンバーは、最後のレベルのナンバーです。変数ミニマムレベルナンバー、インテジャー型を作成します。変数ミニマムレベルナンバーは、最初のレベルのナンバーです。変数ネクストレベルナンバー、セットノードより、グレーターノードを配置します。変数マックスレベルナンバー、ゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。グレーターノードより、ブランチノードを配置します。変数ネクストレベルナンバー、セットノードにつなぎます。次のレベルナンバーが最大レベル数を超えた場合は、トゥルーに処理が流れます。その時は、最初のレベルに戻るようにします。変数ミニマムレベルナンバー、ゲットノードを配置します。変数ミニマムレベルナンバー、ゲットノードより、変数ネクストレベルナンバー、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。3の3、ローディングスクリーン。ロード画面を表示するようにします。また、ロード画面を表示している間は、プレイヤーの入力を無効にします。カスタムイベント EV ローディングスクリーンを作成します。オーバーラップ判定の最後で、カスタムイベント EV ローディングスクリーンを呼び出します。変数ネクストレベルナンバー、セットノードにつなぎます。ブランチノードのフォールズにつなぎます。ロード画面用ウィジェットを表示します。クリエイトウィジェットノードを配置します。カスタムイベント EV ローディングスクリーンにつなぎます。クラスを WB ローディングスクリーンにします。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前を WB ローディングスクリーンにします。変数 WB ローディングスクリーンより、Add2View ポートノードを配置します。ロード画面を表示している間は、プレイヤーの入力を無効にします。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、Disable インプットノードを配置します。Add2View ポートノードにつなぎます。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。プレイヤーコントローラーピンにつなぎます。3の4、ローディングレベルズ。次のレベルをロードして、プレイ開始位置にプレイヤーキャラクターを移動させます。カスタムイベント EV ローディングレベルズを作成します。ローディングスクリーンの最後で、カスタムイベント EV ローディングレベルズを呼び出します。Disable インプットノードにつなぎます。次のレベルをロードします。ロードストリームレベル、バイオブジェクトリファレンスノードを配置します。カスタムイベント EV ローディングレベルズにつなぎます。小さな時計アイコンがついているので、ロードストリームレベルノードは非同期ノードです。つまり、ゲーム起動時は別のスレッドで実行されるということです。レベルピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をレベルアレイにします。変数レベルアリ、ゲットノードを一旦削除します。変数の型を配列にします。インスタンス編集可能を有効にします。変数レベルアリ、ゲットノードを配置します。変数レベルアレイより、ゲット、アコピーノードを配置します。変数ネクストレベルナンバー、ゲットノードを配置します。ゲット、アコピーノードの下のピンにつなぎます。ゲット、アコピーノードをレベルピンにつなぎます。メイクビジブルアフターロード、ロード後に表示するを有効にします。シュッドブロックオンロード、ロード時にブロックするを有効にします。次のレベルのプレイ開始位置にプレイヤーキャラクターを移動させます。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、セットアクタートランスフォームノードを配置します。ロードストリームレベルノードにつなぎます。ロードストリームレベルノードの出力ピンがコンプリーティッドなので、ロード完了後にプレイヤーをプレイ開始位置に移動させます。
ニュートランスフォームピンよりメイクトランスフォームノードを配置します。コンポーネントパネルよりプレイヤーポジションコンポーネントを配置します。プレイヤーポジションコンポーネントよりゲットワールドロケーションノードを配置します。メイクトランスフォームノードのロケーションピンにつなぎます。ローテーションを右クリックして変数へ昇格します。名前をプレイヤーローテーションにします。インスタンス編集可能を有効にします。3の5、レベルのアンロード。カレントレベルをアンロードします。カスタムイベント EV アンローディングレベルズを作成します。ローディングレベルズの最後で、カスタムイベント EV アンローディングレベルズを呼び出します。セットアクタートランスフォームノードにつなぎます。次のレベルがロードされ、プレイヤーが開始位置に移動したら、現在のレベルをアンロードします。アンロードストリームレベル、バイオブジェクトリファレンスノードを配置します。カスタムイベント EV アンローディングレベルズにつなぎます。変数レベルあり、ゲットノードを配置します。変数レベルあり、ゲットノードより、ゲット、コピーノードを配置します。変数カレントレベルナンバー、ゲットノードを配置します。ゲット、コピーノードの下のピンにつなぎます。ゲット、コピーノードをレベルピンにつなぎます。シュットブロックオンアンロード、アンロード時にブロックするは無効にします。プレインエディターモード、TIE でのストリーミングは、実際のインゲームでのロード、アンロードとは異なります。なぜなら、TIE ではレベルはすでにメモリ内にあるため、レベルをロードすることは、レベルの非表示を解除するだけです。またレベルをアンロードすることは、レベルを非表示にするだけで、瞬間的な動作になります。ローディングタイムとして、ディレイノードを配置します。デュレーションを 0.5 にします。アンロードストリームレベルノードのコンプリーティッドにつなぎます。3の6、クローズローディングスクリーン。現在のレベルがアンロードされたら、ロード画面を消します。その際、プレイヤーの入力を有効にします。また、カレントレベルナンバーを更新します。カスタムイベント EV クローズローディングスクリーンを作成します。アンローディングレベルズの最後で、カスタムイベント EV クローズローディングスクリーンを呼び出します。ディレイノードにつなぎます。現在のレベルがアンロードされたら、ロード画面を消します。変数 WB ローディングスクリーン、ゲットノードを配置します。変数 WB ローディングスクリーン、ゲットノードより、Remove from Parent ノードを配置します。カスタムイベント EV クローズローディングスクリーンにつなぎます。プレイヤーの入力を有効にします。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、Enable Input ノードを配置します。Remove from Parent ノードにつなぎます。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。プレイヤーコントローラーピンにつなぎます。ネクストレベルに移動後は、カレントレベルナンバーを更新します。変数カレントレベルナンバー、ゲットノードを配置します。変数カレントレベルナンバー、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンを1にします。アドノードより、変数カレントレベルナンバー、セットノードを配置します。Enable Input ノードにつなぎます。現在のレベルナンバーが最大レベル数を超えた場合は、最初のレベルに戻します。変数カレントレベルナンバー、セットノードより、グレーターノードを配置します。変数マックスレベルナンバー、ゲットノードを配置します。下のピンにつなぎます。グレーターノードより、ブランチノードを配置します。変数カレントレベルナンバー、セットノードにつなぎます。現在のレベルナンバーが最大レベル数を超えた場合は、トゥルーに処理が流れます。その時は最初のレベルに戻ってきているので、最初のレベルナンバーにします。変数ミニマムレベルナンバー、ゲットノードを配置します。変数ミニマムレベルナンバー、ゲットノードより、変数カレントレベルナンバー、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。3の7、初期値の取得。初期値をイベントビギンプレイノードにセットします。また、レベルナンバーは、変数レベルアレイのインデックスナンバーです。変数ミニマムレベルナンバー、セットノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。ミニマムレベルナンバーは、最初に配置するレベルです。初期値は0です。変数マックスレベルナンバー、セットノードを配置します。変数ミニマムレベルナンバー、
セットノードにつなぎます。件数マックスレベルナンバーは、件数レベルアリーにセットしたレベルの数です。件数レベルアリー、ゲットノードを配置します。件数レベルアリー、ゲットノードより、レングスノードを配置します。インデックスナンバーは0から始まっているので、1引きます。レングスノードより、サブトラクトノードを配置します。下のピンを1にします。サブトラクトノード、件数マックスレベルナンバー、セットノードにつなぎます。件数カレントレベルナンバー、セットノードを配置します。件数マックスレベルナンバー、セットノードにつなぎます。カレントレベルナンバーの初期値は最初のレベルです。初期値は0です。これで、ロード、アンロードにかかる時間に関係なく、ロード、アンロード中はローディングスクリーンが表示され、ロード、アンロードが終わるとローディングスクリーンが消えます。コンパイルして保存します。BT レベルリダイレクトはパーシスタントレベルに配置します。パーシスタントレベルを選択します。右クリック、現在のレベルにします。BT レベルリダイレクトを配置します。プレイヤーポジションコンポーネントを選択します。プレイ開始位置に配置します。BT レベルリダイレクトでセルフを選択します。詳細パネル、デフォルト、レベルアリーにストリーミングレベルをセットします。プレイヤーローテーションは今回はこのままにします。起動してみましょう。レベルリダイレクトアクターにオーバーラップすると、次のレベルにリダイレクトしましたね。その時ロード画面もちゃんと表示されましたね。ロード画面を表示している最中は、プレイヤーの操作はできませんね。最後のレベルに到達すると、その次は最初のレベルにリダイレクトしますね。設定ファイル。特定のエリア内で繰り返しプレイするゲームに適してそうですね。ロード画面を表示するメリットは、プレイヤーの混乱を防ぐ。ロード画面を表示することで、プレイヤーにゲームが処理中であることを明確に示します。これにより、ゲームがフリーズしたと誤解されることがなくなります。期待感の醸成。ロード画面にストーリー情報やゲーム内のヒントを表示することで、プレイヤーが次に何が起こるか期待する気持ちを高めることができます。没入感の維持。ロード画面にゲーム内の背景設定やキャラクターのエピソードを含めることで、プレイヤーの没入感を損なわずにロード時間を過ごすことができます。ゲーム操作やヒントの提供。ロード画面にチュートリアルやゲームの操作方法、戦略的なヒントを表示することで、プレイヤーのスキルを向上させる助けになります。エンターテインメント性の向上。ロード画面にアニメーションやミニゲームを組み込むことで、待ち時間を楽しめる工夫を加えることができます。技術的な情報の提供。プログレスバーや読み込み状況を表示することで、プレイヤーがロードの進行状況を把握できるようになります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。